不動産屋さんの怪談です。これは愛知県にお住まいの K さんからいただいた話で、 K さんの前職の研修で一緒になった仮名ですが加藤さんが体験した話だそうです。それは1990年代、加藤さんが社会人2年目の時でした。加藤さんは当時大学時代から築20年の古い6畳一間のアパートに住んでいたのですが、会社勤めをするようになってお金もでき生活も安定してきたので、もっと条件の良いところに引っ越すことにしました。そこでまだ新しい築5年のマンションで 1K でしたが、風呂場とトイレが別々、床もフローリングという加藤さんには大満足の部屋に引っ越すことができました。早速新生活を始めましたが、周りの居住者も静かで管理も行き届いていて快適だったということです。そしてちょうど3ヶ月が過ぎた頃でした。ある静かな夜のこと、加藤さんは真夜中にふと目が覚めてしまったそうです。あまり夜中に目が覚める方ではないので、枕元の時計を見ると深夜の1時を回ったくらいでした。またすぐ寝に戻ろうとすると、かすかに物音が聞こえた気がしました。何か音がするなと思ったので、そのままベッドに寝たまま真っ暗な部屋を見上げながら耳を澄ましていたそうです。トントントン、トントントン。それは何かを叩くような音でした。何の音だろう。気になった加藤さんはそっとベッドから起きて音のする方を探ってみました。するとどうやらその音は玄関の方から聞こえてくるのが分かったそうです。加藤さんはああと思いました。それはドアをノックする音だったのです。でも加藤さんの部屋をノックする音ではなく、右隣の部屋の山田さんのドアをノックしている音でした。山田さんとは引っ越しの挨拶の時に一度だけ会ったことはありましたが、自分よりずっと年上のかなりくたびれた感じの不愛想な男性だったことを覚えていました。加藤さんはそっと玄関に近づき、さらに耳を澄ませて様子を伺っていると、山田さん、トントントン、山田さん、トントントンと呼びかける男性の声も聞こえたそうです。加藤さんは、隣の山田さん何かあったのかな、誰かとトラブってるのかなと思いました。でも当時世間では些細なことで近所トラブルになって裁判沙汰になる事件もあったので、むやみに関わらない方がいいと思い、そのままベッドに戻ったそうです。そして布団に入り、目を閉じて眠りに戻ろうとしていました。ところがかすかにあのノックの音が聞こえてくるのです。トントントン、トントントン。山田さん。加藤さん曰く、一度音の正体がわかると、それがどんなに小さな音でもなぜか妙に耳について気になったそうです。気にしまいと思えば思うほど気になって仕方がありません。早く寝なくてはと布団をかぶったのですが、その音は聞こえてきたそうです。時計を見ると、すでに20分も男性が隣のドアをノックしていました。加藤さんは、いい加減帰ればいいのに、と言葉を声に出し、気持ちを切り替えました。そして、さすがに一言言ってやろう、と思い、ベッドから起きて、また玄関の方に行きました。ただ、ふと、もし自分が玄関を全開にして、相手がこちらに殴りかかってくるようなやつだったら怖いな、と思い、ドアチェーンをかけた状態で、空いた隙間から声をかけようと思いました。一呼吸置いて、加藤さんはドアを開けました。そして隣の山田さんの部屋の前をそっと覗いてみました。その瞬間、加藤さんは全身が凍りついたそうです。そして自分の目を疑いました。
そこに立っていたのは幼稚園児くらいの子供でした。服を着ていない下着のパンツだけを履いた子供だったそうです。その子供がしきりに山田さんの部屋のドアをノックしていたのです。それはどう見ても健康とは思えない灰色がかった死体のような青白い肌をした小さな男の子でした。そしてその呼びかける声は成人男性だったのです。大人の男性の声でした。この異様な光景に加藤さんは全身鳥肌が立ち、その場に固まってしまいました。すると突然子供が気がついたのか、加藤さんの方に顔を向けたというのです。加藤さんはすぐ「あ、見ちゃいけないやつだ」と分かったそうです。その子供は瞬き一つせずに目玉が飛び出すかと思うくらいに見開いて「山田さん、山田さん」とずっと叫びながら隣のドアをノックしていました。もう加藤さんは慌ててドアを閉め、ベッドに飛び込んで布団を頭までかぶり、ずっと耳を塞いでいたそうです。トントントン、山田さん。それでもかすかに音は聞こえてきたので、恐怖で加藤さんはほとんど眠れませんでした。朝がしらじらと明けてくると、いつの間にかノックの音は止んでいました。加藤さんはほっと安堵したのですが、すぐに仕事に行かなくてはならず、寝不足のまま出勤したそうです。ろくに寝ていませんから、案の定加藤さんは仕事でミスを連発し、見かねた上司に早退させられてしまいました。くたくたでマンションに戻った加藤さんは、部屋に入るとすぐ上着だけ脱いでベッドに倒れ込んだということでした。そして気がつくと、いつの間にか深い眠りについていました。どのくらい寝ていたのでしょうか。ふと目が覚めた時は、外は暗く夜になっていました。ああ、寝てしまったんだ。今何時頃かな。そう思い、枕元の時計を見ると、深夜1時を回っていたそうです。あ、1時と加藤さんが思うや否や、あの音が聞こえてきました。トントントン、トントントン。うわ、まただととっさに耳を塞ごうとした時、加藤さんは愕然としました。トントントン、加藤さん。トントントン、加藤さん。今夜は加藤さんの部屋のドアをノックする音だったのです。加藤さんは恐怖で叫びそうになるのをぐっと手で口を押さえてこらえていました。トントントン、加藤さん。トントントン、加藤さん。自分の名前を呼び続ける声にガタガタと全身が震え、その夜もノックと声が収まる朝まで眠れなかったそうです。朝、加藤さんは即仕事を休み、部屋を契約した不動産屋に連絡して中途解約をしてもらいました。加藤さんの契約は通常とは違って、礼金敷金が免除される代わりに、一定期間内に中途解約をすると違約金が発生するものでした。不動産屋の女性従業員と男性従業員は違約金を支払ってでも解約したがっている加藤さんを妙に思っているようでした。そこで女性従業員が何か近隣トラブルとかあったんですか？よければ理由聞かせてくれませんか？と聞いてきたそうです。加藤さんはどうせ信じてくれないだろうと思ったのですが、内心違約金に腹が立っていたので、あの部屋お化けが出るんですよね、と言いました。するとその男女の従業員は驚いた表情をして、と揃って声を上げました。そして男性従業員が、加藤さん、お化けが出るのは隣の山田さんの部屋ですよ、と言ったそうです。知ってたんだ、と今度は加藤さんが驚きました。実は山田さんは家賃相場の半額以下を条件に貸物件であることを了承して住んでいるのだそうです。ただ加藤さんの部屋では何も起きたことがなかったので、何の説明もなく入居させたということでした。
このマンションは築5年ほどで事件事故自殺などは一度も起きたことがなく、それにもかかわらず山田さんの部屋だけに幽霊が出るので困っていたそうです。結局事情を組んでくれた不動産屋さんは加藤さんの違約金を免除してくれました。たとえ自分の部屋が事故物件などのいわくつきでなかったとしても、隣から何かを招き入れてしまうこともあるということですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。